こんにちは。T2ES です。前回のコイルに関した説明で、小圧コンバータのメイン部品に関しては、一通り説明は終わりました。今回は小圧コンバータ回路の動作に関してお話しします。これが小圧コンバータの回路です。以前お見せしました回路にあったスイッチの代わりにMOSFETを入れました。出力端の負荷抵抗は説明を簡単にするためついていないと仮定します。まず入力端に 5V の電圧を引火したとします。MOSFET はオフの状態です。すると電流がコイルとダイオードを通ってコンデンサーに流れ、コンデンサーが充電されます。ダイオードの VF 電圧が 0.4V だと仮定すると、コンデンサが 4.6V になるまで電流が流れます。コンデンサーが完全に充電されたら電流は流れなくなります。コンデンサーの充電が完了した後、MOSFET をオンさせます。すると、コイルには三角形の電流が流れ始めます。この三角形の電流はコイルに保存されます。この時、コンデンサーに充電された 4.6V の電圧は、放電する経路がないですので、4.6V のまま維持されます。コイルに電流が溜まっていく間に MOSFET をオフすると、コイルに溜まった電流はダイオードを通しコンデンサーに充電されます。コンデンサーには 4.6V が充電されていましたが、電流が追加されますので、コンデンサーの電圧は 4.6V より上がります。例として 7V まで上がったと仮定します。同じ動作が繰り返します。コンデンサーに 7V が充電された状態で、また MOSFET をオンします。すると、またコイルに三角形の電流が溜まります。コイルに電流が溜まっていく間に、MOSFET をオフすると、コイルに溜まった電流はダイオードを通し、コンデンサーに充電されます。コンデンサーには 7V が充電されていましたが、電流が追加されますので、コンデンサーの電圧は 7V より上がります。このような動作を繰り返すことで、コンデンサーの電圧は入力電圧より高くなります。これが小圧コンバータの動作原理です。出力端に負荷抵抗がついていますと、昇圧される電圧は抵抗値、すなわち出力電流や入力電流、MOSFET のオン、オフの時間比率によって影響されます。細かい話をするとキリがないですので、今回はこのくらいにしておきます。実際テストをしてみました。これがテストセットアップです。これはコイルに電流を供給する電源です。5V の電圧をかけています。これはパルスゼネレーターです。赤いボタンを押すと MOSFET のゲートにパルス信号を入力します。これはコイルに流れる電流を測定するための電流センサーです。これは MOSFET に流れる電流を測定するための電流センサーです。これは MOSFET です。コイルに流れる電流をオン、オフさせます。これはコイルです。330マイクロヘンリーを使います。これはオシロスコープです。MOSFET のゲート信号と MOSFET に流れる電流、コイルの電流、コンデンサに充電される電圧波形を測定します。これはゲート電圧の波形です。
これはコンデンサに充電される電圧波形です。これはMOSFETに流れる電流波形です。直角三角形の形をしています。これはコイルに流れる電流波形です。三角形の形をしています。電源電圧を入れます。パルスゼネレーターのボタンを押します。MOSFET のゲートに電圧がかかり、MOSFET に直角三角形のコイルの電流が流れることがわかります。MOSFET のゲートに電圧がなくなると、MOSFET の電流は消えて、コイルの電流が緩やかに下がりながら、コンデンサに流れます。ボタンを押すたびに、MOSFET やコイルに電流が流れ、コンデンサーに充電される電圧が上昇することがわかります。パルスゼネレータのボタンを押さないまましばらく置いておくと、コンデンサーに充電される電圧は下がります。これはコンデンサーが放電されたからです。したがってコンデンサーの電圧をモニターして、MOSFET を周期的にオンしてくれないと、小圧は維持できなくなります。今日はここまでです。次回はコンデンサーの電圧をモニターして連続的に一定の電圧を維持させるための回路に関してお話しします。